Life is a winding road. 待って、めちゃくちゃ甘い。めちゃくちゃ美味しいです。はい、2025年初のコストコ購入品です。年始1月5日に行ってきたんですけども、空いてました。すごく。で、なんかコストコの店員さんに聞いたら、年末はすごい混むけど年始は空いてるんですって。なんで里帰りの予定がない方はね、年始おすすめです。ゆっくり見れました。さて、今回の購入品は4万円分です。新作や新しい商品からリピート品まで購入しています。開封できるものは開封していきながらご紹介していきます。はい、今回お肉3種類買ってきているんですけども、いつもね、だいたいお肉1種類お魚1種類っていう感じなんで、ちょっとお肉多めに買ってます。こちらチルド牛タン切れです。グラム298円。初めて見ました。まず牛タンの切れ、細切れ的なもの自体初めて見たし、今回年始のさらに朝市行ったんで、見たことないものに出会えたのかなって感じがします。いつもね、朝市行くのに後ろからずっと回っていたんですが、朝市行ってるならこのチルドコーナーから見ないと損ですね。チルドコーナーに結構朝市なくなるレア商品がいろいろ置いてあります。で、今回の出会いはこちらの牛タンだったんですけども、とても珍しい、コストコの牛タン美味しくて有名ですよね。それの細切れ切れてる箇所になるので、お安く 748g2229 円で売っていました。こちらね、今日早速焼いて食べたいと思います。どう？これ美味しそう。タン元が多く入っていて、めちゃくちゃ柔らかくて美味しいです。あったらこれ絶対買いです。すごい分厚くて美味しいです。焼き方がうまいってことで。そう。そしてはい、こちら前回のコストコで購入してクリスマス料理動画で2塊使っています。ローストポークなんですけど、このローストポークがもう美味しすぎて、前回も買ったのにまた買っちゃいました。前回は2つ砂糖漬けのローストポークにして、1つポッサムにしました。で、ポッサムも美味しかったので、圧力鍋で簡単に作れたので、今回も2つローストポーク、1つポッサムにする予定になってます。そのね、ローストポークはめちゃくちゃ簡単なんですけど、お砂糖に漬け込んだりとかちょっと時間がかかるので、もう1個作るのってもったいないから2個一気に作りたいんですよね。で、4人家族で1塊で十分なので、2個作って1個冷凍しておきます。で、好きな時に食べます。前回はクリスマス動画で作って食べましたけど、クリスマスよりかもだいぶ前に撮影しているので、クリスマス当日も冷凍していたこのローストポークを食べました。クリスマス当日じゃなく前日にやるのがかわいそうっていうか、そんな風に言ってくださる視聴者さんもいたので、当日もね、冷凍していたローストポークをがっつり食べて楽しいクリスマスを過ごしたので大丈夫です。ありがとうございます。ポッサムの方はもうリンゴと圧力鍋に放り込んだだけで美味しかったです。で、野菜もいっぱい子供たちも食べてくれるので、ポッサムというかなんかね、もうキムチとか入れてサムギョプサルみたいな感じで食べました。今回もそんな感じで食べたいと思います。そして今回は珍しい鶏胸を買いました。もうここ連続で鶏ももを買っていましたね。国産桜鶏胸肉。はい、ずっとね連続でもも買ってて、やっぱももって使いやすいなーって感じで、お正月もねこちらのねコストコのももを使ってお雑煮作りました。めっちゃ美味しかったです。もう継ぎ足して大量に作りました。なんですけども、今回なんとこのパック、この4つ切りのパックのもも肉がなかったんですよ。同じ桜鶏なんですけども大パックしかなくて、やっぱねこの4パックが正直楽で、業務スーパーの胸ももも美味しくて安いですけど、大量入りみたいなやつが下処理するのが帰ってからちょっとめんどくさくて、でこの個包装のがすごく楽でいいなって思ってたんですよ。私このまま冷凍します。2個もうこのまま冷凍しちゃって、これは近日の賞味期限内に冷蔵で使い切るっていう感じなんですよね、大体。で使い切れなかったら冷凍庫に慌てて入れてっていう感じで、本当にこの個包装が1パックに2枚大体入ってるんですけど、この個包装がすごくね便利っていうのがあったから、鶏ももが今回この個包装じゃなくなってしまっていて、今回は久しぶりに鶏胸にしました。
もう寒い季節だから結構スープにするのが美味しいじゃないですか。スープのお出汁胸もねすごく美味しくできるので、とりあえずスープとかにするかなと思うんですけども、前回行った時ももも肉がこの4パックのものとその大量入りのものと、前回は2つあったんで個包装のものを買ってきたんですが、今回はそれがなかったんですよね。このままなくなっちゃうのかな。久しぶりの胸肉です。そしてこちら前回も買ってます。前々回もかな、ずっとリピートしているハム。これ私切る時要注意なんですけども、本当に、ロースベーコンスライスで豚ロース肉、砂糖、食塩、お酢とレモン果汁、セロリパウダーしか入ってないんです。無添加のハムです。だけど賞味期限がしっかり2ヶ月半ぐらい持ちます。開封しなければ。なんでめちゃくちゃ重宝していて今回も買いました。あとね、ロースだからねあっさりしてるしすごい美味しいです。子供たちも喜ぶし、またリピートしています。今回のお魚はシラスです。私は鮭かなと思っていたのと、あとサバが 2,300 円安いっていう時だったのでどっちかなと思ってたんですけど、子供がシラスがいいということでシラスにしました。大量なんで 2,280 円するんですけども、こんなに大量に入っているのですごくお得です。要冷蔵のまま食べきらないので半分は冷凍します。シラスはこのコストコのジップロックに豪快に入れて、もうちょっとかな、そして広げて冷凍します。広げてたらこう使う時にパキッパキッと割って1回分使いやすいので、一応こんなこともしてみたりしながら割れやすいようにこのまましらすは冷凍します。そしてあと残りはまだまだありますね。これはちょっと要冷蔵で食べたいですね。あと今回の出来合いのものはこちら、トルチーニスピナッチ&リコッタです。新作、表記はなかったんですけど初めて見て買いました。今日の晩ご飯は牛タンとこれかな。電子レンジ500ワットで約5分加熱、全体をかき混ぜてさらに5分から10分電子レンジだそうです。よく見ないとオーブン調理の時もありますからね。こちら1日では食べきれないので半分こちらへ。この一つ一つ、このパスタ面白い形してますよね。これにリコッタチーズが入ってるらしいです。めっちゃ美味しそうじゃないですか。でこのモッツァレラも入ってるし、この何チーズだろう、乗っかってるチーズもあるし、あと野菜はブロッコリーとトマト。明日からねお仕事が始まるのですごい嬉しい。明日からちょっと楽できるじゃないですか。そしたらこれ半分冷蔵庫保管して、こちら半分今日食べたいと思います。このパスタの中にチーズが包まれていてとっても美味しいです。コストコで要冷蔵でも要冷凍でもこういったパスタの中にチーズが入っているものって売ってあるんですけど、お値段するのですごく手軽に食べられていいですね。すごくバジル味なんで好き嫌いあるかもしれないんですけど、うちはみんなバジル味大好きなんで、野菜の中でもトマトとブロッコリーが大好きなんでめちゃくちゃいい組み合わせだなと思います。そしてなんか経験上これは今日食べるより明日食べるともっと美味しくなってる気がする。赤ワインと一緒に食べたい感じです。冷凍品はこちら、これは2024年買ってよかったコストコベストにも入ってるはず。めっちゃ美味しい。はい、冷凍パンです。スモークハムチーズクロワッサン、チーズ、バター、スライスハムが入っています。で30秒40秒ほどレンチンしてからトースターで焼くと中まで温かいですしパリッと美味しいんですよ。美味しいなんでもう何度もリピートしてます。おすすめです。ただめちゃくちゃねかさばるので、この箱自体も大きいし、箱をね開封したとしてもパンなんで結構大きめなんでかさばるので、冷凍庫空いてる時に買うようには一応してます。今回ね年末年始いろいろ食べたので冷凍庫が空いていていいタイミングでした。ちょっと電子レンジ30秒長かったかも。20秒ぐらいかな。あ、違うわ。いつも冷凍のまま電子レンジするんですけど、解凍してからっていうか撮影してる間に溶けちゃって電子レンジしたからちょっと柔らかくなりすぎてパリッといかなかったですね。でも本来この生地もパリパリで美味しいんです。
中ももちっとしてて結構しっかり味もついてて美味しいです。そしてこのお隣にあったこのミニピザなんですけど、前にも購入したことがあって子供が覚えていて、子供はこっちがいいって言ったんで、今回冷凍庫余裕があるし冷凍で絶対買いたいってものがなかったのでこちらを買いました。久しぶりの購入です。24個ミニピザが入ってます。しかも個包装なのが便利でありがたいですね。我が家はね去年から1年生になったので、この朝ごはんがねなかなか朝早すぎて大変なんですよね。なんでなるべくね朝ごはんお米と味噌汁は出してあげたいのでそうしているんですけども、やっぱりこういうピザとかがあればすごい手軽だし子供も喜ぶし食が進むので早く出発できるのでありがたいです。本人が食べたいっていうことで買いました。普通にね大人が食べても美味しかったですよ。はい、久しぶりに食べました。すぐね温め終わるし、普通に美味しいです。あとこちら初めて見たし初めて買った社長のイカ塩辛です。イカの塩辛もともと大好きなんですけど、いろいろ入ってたりとかするしなかなかね最近食べてなくて、でこの年末年始にイカの塩辛食べたらやっぱり好き、美味しいってなって久しぶりにこれ目についちゃって1000円だったし買ってみました。はい、300g 入っています。国産のスルメイカ使われていて賞味期限は2週間ぐらいです。はい、イカの塩辛は冷凍できるらしいんですけど、やっぱりこう長期間冷凍するとイカの水分が抜けて美味しくなくなっちゃうらしいので、なるべくこの生のままいただきたいですよね。いただきます。イカがコリコリしててめっちゃ美味しいです。で噛んでいくとイカの甘みも出てきて日本酒飲みたい。美味しい。あとは近くにあったんですけどお正月だったこともあってこちらしらすくるみ買いました。もうお正月って感じではないんですけど、くるみとクランベリーをあえたおせちがあってすごい美味しかったので、くるみがね一気になくなっちゃったので私も食べたいなと思って、でこれすごい良かったのがすごいんですよ。こんな感じで大容量なんですけど、愛知県にあるしらす屋でじっくり炊き上げたものなんですけども、余計なもの一切使用せずにみりん、砂糖、醤油のみで作っています。すごいですよね。原材料名くるみ、愛知県産のイワシ、本みりん、砂糖、醤油、食塩のみです。これ見てすごい買ってみようって思いました。でちょっとねやっぱりちょびちょび食べたいので多いかなと思って冷凍できるのかなと思ってちょっと冷凍もしてみようかなと思ってます。はい、くるみはこちらが冷凍、くるみたっぷり入ってて贅沢。高いんですよねくるみってね。こっち冷凍、こっち冷蔵、今日食べる分。いや本当にたっぷり入ってて無添加で1000円ぐらい、ありがたい。またこれもしらすだけどこんなに食べれるかなって感じなんで、やっぱ冷凍の方に結構回した方がいいのかなね。今日これだけで十分っぽいですよね。今日食べるもんいっぱいあるし。でもなるべく冷蔵に回す方がいいかな。いただきます。めっちゃ美味しいです。すごい味が濃いのかなって思って色見たら思うじゃないですか。だからご飯のあてとかじゃないとちょっと味濃いかなって思ったんですけど、全然味濃くない。無添加でこんなに味濃くしなくて大丈夫なのかなっていうぐらい全然味濃くないし、このままいけちゃう。そしてくるみがまた美味しい。くるみとしらすとこの甘辛系めっちゃ合う。わあ買ってよかった。最高に美味しいです。これが冷凍。なんかこんな冷凍しなくてもいい気がしてくる。食べちゃいそう。もうちょっとパッケージ捨てちゃった。どれぐらい日持ちするって私言いましたっけ。賞味期限も結構持つので3月20日までになってます。なのでこっちを冷凍にしてこっちを用冷蔵にしようかな。なるべく用冷蔵で食べた方が美味しいですもんね。でこれ今日食べる分。めちゃくちゃ美味しいです。愛知県にあるテルニ商店さんですって。はい、あとはこちら毎回おなじみの平飼い卵です。とってもお得です。もうね我が家に卵が2つしかなかったので、こっちから使うんですけど2つしかなかったので買い足しました。
なんか割れてる最初から割れてたのか自分が割っちゃったのかわかんないけど2個割れちゃった。とりあえずどちらにしてもこの中見せようと思ってたので割ります。こんな感じ。なんかいつも卵買って卵割ってますね。こっちは黄身の大きさが違う殻が入っちゃった。そして我が家に今あったのが、パルシステムの平飼い卵はこんな感じ。わ黄身すごいね。めっちゃ買ってから時間経ってるのにめっちゃ弾力ある。パルシステムのなんか丸い。これもパルシステムの。これ大きさで言ったらこっちの方が大きいのかな。すごいまん丸。待ってこれまだ割れてる？漏れてるだけ？わかんない。ちょっと待ってください。そうなんですよね。ちょっと遠いから卵は割りそうだねって昔は買ってなかったんですよ。ダメだ、もっと大事に持ち帰らないと。でもね、保冷バッグが優秀でまだキンキンに冷えてる。これ割れちゃってますね。ちょっと待って、これあとこう拭いてみて分かったけど、一個一個すごい大きいのと小さいのと卵ありますね。見た目では分かんないかも。触ってみないと。これすごい黄身大きかった気がする。こんな感じ。はい、そして用冷蔵、ちょっとだけ久しぶりにこちらのヨーグルトを買いました。もっちりすっきり、これめちゃくちゃミルキーで甘みがあって大好きです。とっても美味しいです。岩手県産の生乳と生乳品と砂糖のみ。生クリームを贅沢に使ってるからなんですね。甘みがあってクリーミーで、でもすっきりしててもちもちで美味しいです。本当ヨーグルトもちもちってすごい表現だと思うんですけど、本当にもちっとしてるんですよ。美味しい。はい、こんな感じのもっちりヨーグルトです。で、なんかジャムとか蜂蜜とか何も乗っけなくてももうこのままで甘くてミルキーで美味しいんです。そしてこれそこまでね食べるのなかなか難しいなっていつも思ってたんですけど、最後少なくなったら豆乳ちょっと足すと豆乳ヨーグルトみたいな感じになるんですよね。ちょっと緩くなって全部ギューッと流しやすくもなるし、めちゃくちゃ美味しかったです。今回もそれやってみます。今味見しましたがやっぱりめちゃくちゃ美味しい。あとははいいつもの有機育ち納豆です。普通にスーパーでも売ってるんですけど、こちらは9個入って割安なのでいつも保冷バッグが入る限りは買っています。こちら多分新商品です。初めて買いました。オーガニックグリーンジュースです。こちらがこの私が買ったグリーンとザクロがあって、でこっちのグリーンの方はオーガニック&コールドプレスって書いてて、コールドプレスいいなと思って、コールドプレスだったらめっちゃ安いなと思ってこれ買ったんですよね。で私ザクロも大好きで、味が大好きなのはもちろんなんですけど、ザクロめっちゃ美容にいいんでザクロもめっちゃ気になったんですけど、ザクロはコールドプレスって書いてなかったんですよ。なんでとりあえずこのコールドプレスの方が飲みたいって思ったのと、でザクロの方はザクロのみ、それもすごいんですけどね、有機ザクロのみザクロストレートジュースだったんですよ。こちらは、コールドプレスで有機キュウリ、有機ほうれん草、有機ケール、有機パセリ、有機ディル、有機ミント、有機リンゴ、有機レモン、有機ライムのみです。すごくないですか？で6本でこの値段なんで、コールドプレスだったら安いじゃんと思って買ってみました。すぐ開いた。冷やしてないですけどいただきます。美味しい。私は好きなんですけど、この有機ミント、有機ディルが海外っぽい。私はこの味大好きだけど、ディルはそんな弱めかな。ミントがちょっとある感じる。このミントやディルの味が苦手っていう方はなかなか、結構日本のグリーンスムージーにミント入ってるってないと思うので、ちょっとそのミント感が慣れない味かもしれないけど全然美味しいです。私ミント大好きなんで、基本的に甘くて飲みやすいんですけど、ちょっと苦味も最後感じるかな。とっても美味しい。これ瓶になってて、なんかこの瓶も可愛いですよね、形遺伝子組み換えもなしですね。原産国はトルコになります。輸入者コストコホールセールジャパンらしいです。こんな感じで入ってるんですけど、日本でコールドプレスジュースっていうだけでも高いし、さらに有機野菜でなんて見たことないかも。しかも有機野菜ってなるとめちゃくちゃ高いと思うので、買って飲んでみる価値はあるんじゃないでしょうか。あとこちらも初めて見た気がしました。金の息吹の玄米ご飯です。
プチッと弾ける玄米の甘みということで、胚芽の大きなプレミアム玄米を使った全て国産の玄米ご飯が簡単にレンチンで食べられます。1分30秒。めっちゃありがたくないですか？12食入っていて、お値段もねお安かったんですよ。しかも今年の12月まで持ちます。めちゃくちゃいいと思って買いました。嬉しい。そしたらこちらはリピート品です。もち麦。これも何度もリピートしています。開けるとこんな感じで個包装になっているのがありがたい。しかもただいま 10% 増量中らしいです。うちは最近は白米3合、もち麦1合の割合がめっちゃ美味しい。4合で炊いてます。このね裏にもなんかこのぐらいでやるといいよみたいなことは書いてるんですけど、我が家はそれが美味しいですね。ちょうどこうなんかいい感じのプチプチ感。白米やっぱめっちゃ美味しいじゃないですか。こう白米を食べてる感じなのにちょっとプチプチするというか、あと私べちゃべちゃご飯苦手なんでちょっと固めのご飯になるというか、とっても美味しくて、あとこのもち麦だけ茹でてスープに入れたりサラダに入れたりもできますが、私はひたすらお米に入れてます。楽ですし、食物繊維が玄米の4倍です。すごいね、お通じ良くすることとっても大事ですよね。体にもお肌にも。なのでリピートして買ってます。はい、年末の冷蔵庫お掃除動画でも紹介しているんですが、今もう減っていますが、こちらのね山崎実業さんのお米入れ米びつにこのもち麦を全部入れるときはこんな感じでザーッともち麦この中入れて、今入れますか？ちょっとだけ減ってたし、本当はいつもなくなってから入れるんだけど、こんな感じでもち麦をザーッと入れて、でこうですね、こう開くとここ1号1列出てくる。これが1号になります。でこっち開けるとこっちもこっちが1号で出てきます。なのでいつも白米3合とこれ1合入れてお米を4合で炊いてます。美味しい割合だと思っているのでやってみてくださいあとは前回初めて出会ったんですけども、こちらもう買いました。リピートして生塩麹です。しかもオーガニック生塩麹。これめっちゃ美味しかったし、液体だからすごい使いやすいです。このパッケージにはね塩麹レモンパスタとか書いてあるんですけど、パスタだったりお漬物、そして唐揚げ、あとスープにもって書いてますね。こっちはザクザク塩麹唐揚げ。ほんと何にでも使える塩麹なんですけども、本当に美味しくて、この時期ですとお雑煮にも入れました。でもうねあと1本これだけしかないんですよ。なんでリピートしました。こんな感じのドロッとした甘酒みたいな液体。塩麹なんでしょっぱいんですけど、こう甘みも感じられるし、なんだろう、この発酵された深みがある味がすごく美味しくて、私は大好きです。何にちょい足ししても旨味がぐっと上がる気がする。だけど有機米麹と食塩とお酒のみでできてます。おすすめ。あとはこちら、はい、これも何度もリピートしています。円熟の麹味噌です。一昨年ぐらいから有機になったんですよね。とっても美味しいし大容量でお得なので、せっかく年会費払ってコストコに行ってるんだったら買わなきゃ損だなっていう商品です。これなくなったので買いました。あとちょっとねまだ食べ物とか紹介してないものもあるんですけど、こちらこれ可愛くないですか？はい、ヒヤシンスです。でこれが3色ヒヤシンス入ってます。パープル、ホワイト、ピンク。このヒヤシンスが全部ピンクのものばっかりで、なんかこんな濃いピンクじゃなかったんですけど、すごいもっと可愛い柔らかいピンクだったんですけど、全部贅沢に9個の球根が入ってるんですけど、9個の球根だって全然面白くないよね9個の球根が入ってるんですけど、贅沢に全部ピンクみたいな。でもこれ全部ピンクもめっちゃ迫力ありますよね。全部ピンクもいいなと思ったんですが、この紫、白、ピンク入ってるやつがこれしかなかったんですよ。1個だけあったんで、なんか1個だとこれが欲しいってなるじゃないですか。なので買いました。これヒヤシンス咲くとめっちゃいい香りするんですよね。春だなーっていう感じで、春を感じたい感じられるので買いました。でも球根が9個入っていて、この値段は本当にお得だと思います。
この球根1個で300円ぐらいで都内だと売ってたりするのでめっちゃお得かなと思います。でね、この咲いてなかったのもちょっと咲きかけてるのもいっぱいあって、この咲いてなかったっていうのもすごい良かったんですよね。ここから楽しめるのでだんだんこう大きくなってくる感じが。球根は水耕栽培もできるので、なんか1個取り出して水耕栽培にしてちょっとキッチンに置いとくのもいいなとか思ってます。白を取り出そうかな。1個根っこを傷つけないようにしないと。そしてこの球根咲いた後土をかぶせてまた冬越しするのかな。冬越しさせるとまた来年も咲くんですよ。それで前ね球根2回かなでも咲かせた時があったんですけど、そういう楽しみ方もできるので出会った方はぜひぜひゲットしてみてください。はい、まだまだ寒いのでこれから寒くなるので、お外のね植木とかもお家の中に入れていて、もう床まで植木です。この子もこちらのテレビの横、そして窓の横、カーテン越しの日差しが入るこちらに加わりました。あとこのウェットティッシュ久しぶりに買いました。これは初めてかな。なんか赤ちゃんいる時お尻拭きはめっちゃ買ってたんですけど、このパッケージになって初めて。またお尻拭きとは違うのかな。カークル&シグネチャーのフラッシャブルワイプ無香料、こちらが1つにね64枚入ってて10個入りです。これが10個入ってますね。でなんかこう大きすぎなくて、当時お尻拭き買ってた時めっちゃ大きかった覚えがあるんですけど、すごいこの持ち歩きに便利なこのサイズとってもありがたいなと思って、でちょっと割引確か入ってたので買ってみました。で今までアイハーブでこういうワイプ系買ってたんですけど、めちゃくちゃ高くてもう値上がりしまくってて、本当一番安いワイプで1個600円とか、こういうのとかもねまだあるんですけど、本当これもう800円とかするのかな。1個ですよ。めっちゃ高くて今、はい、めちゃくちゃ安く感じますよね。ということで買ってみました。あとはチャチャンサッカーボール、青と白があって青にしたんですけど、小学校用です。サッカーボールが多分その時 2,3 年前に買ったサッカーボールなんで、その時の体型に合わせて買ったボールだと思うんですよね。なんで新しくボール買いました。サイズ4です。でアディダスのものなんだ。もうね今使ってるボールボロボロなんで、こちら買いました。 JFA 検定級ハイブリッド製法らしいです。 JFA って書いてますね。シールが貼ってあります。はい、うちの子はまだちゃんとサッカーやってるわけじゃないんです。まだねなんかこう通いたいっていう感じではないので、じゃあなんかまあ他にも習い事いっぱいしてるしいいのかなと思っていて、でも蹴るのが好きなのでパパといつも週末蹴ったりしてます。あとなんか単発で行けるとこ行ったりとか、そんな感じで実際習ってるわけではないです。質問来ると思うので、はい、こちら何度もリピートしている本当に大好きな赤ワインマクギガンブラックラベルです。これはねもう本当に美味しいんですけど、この値段がもうありえないこの値段ってないし、なのにこんなに美味しいっていう。でこれはなんかつまみとかなくてもこれだけで美味しいんですよね。でちょっとね昨晩これ思ったんですけど、こちら、楽天ルームに貼ってます安馬ワインで有名なこちらなんですけど、これも本当に美味しいんですが、これとすごく似てるなって思ったんですよ私。でも比べてないからもうここで比べないと分かんないなと思って、これもこれだけで美味しいワインでちょっと比べてみたいなと思って、ちょうどいいタイミングでこれあってよかったです。これおすすめしまくってね、皆さん買ってくださったってコメントもいただいて、結構ない時期もあったんですけど、ちょうどね昨日開封したのでこれと比べたいなって思いました。赤と青で並んでると綺麗ですね。これもねすごいおすすめ、楽天ルームに貼ってるんでチェックしてみてください。はい、飲み比べてみました。やっぱこうやって飲み比べると味は違います。味は違うんですけど、この私の印象、食べ物のなくてもこれだけでフルーティーで甘みがあって飲めるっていうワインには変わりなかった。両方そういった印象のワインっていうところには変わりないなって感じ。両方美味しい。肉とかチーズとかなくても全然これだけで美味しい感じ。これでもね安馬ワインって言われてんのに、これどうなっちゃうのよ、もっと安いよと思って。これね今検索して楽天で見つけたので楽天ルームに貼っておきます。会員じゃない方も買えると思うので。ただやっぱこの値段よりかはちょっと高いけど、こっちの値段よりかも安いっていう感じです。はい、こちらはトマトです。なんかこの苗がついてるのって美味しそうに見えますよね。なんか外れてるのあるけど
これは結構外れてるのあるからなんかちゃんと見た方がいいのかな、それともグラムだから大丈夫なのかな。長男がこれ見て久しぶりにトマト食べたい、美味しそうって言ったので買いました。他にもトマト並んでたけどめっちゃ赤いんですよね、このトマトが。まあ緑があるから赤く見えるっていうのもあるかもしれないけど、すごく美味しそうに見えて買いました。待って、めちゃくちゃ甘い。めっちゃ甘くて美味しい。夏食べるミニトマトより甘い。子供たち一気に食べちゃいそう。あとはこれは夫が買っていました。もう大好きなんですよね、夫が。買うのとか私言ってたんですけど、重いし美味しいんですよ。美味しいんですけどね、子供たちも大好きだから買ってました。まあ切るだけで、私皮まで剥いて切ってあげてたから、なんかもうオレンジ剥くのめんどくさいんだよな、みかんの方が楽なんだよなっていう人だったんですけど、夫が子供に出す時はなんかこう皮ごと出してるんですよね、切るだけ切って。それで十分だなと思って私もそうしようと思ってそれだと気軽に出せますよね。とっても美味しいです、コストコのオレンジ。あとは紅はるか千葉県産です。大きなお芋さん5個入ってこのお値段お安いです。最近寒いから汁物がめっちゃ多いんですけど、さつまいもの味噌汁とかさつまいもの豚汁とか好きなんですよ。甘みが出て汁物にさつまいも入れるの。あと天ぷら、まだね撮影のタイミングで上がってないんですけど、こちらドン・キホーテ購入品でご紹介しているんですが、天ぷらを作りたいので天ぷらにいいかなと思って、やっぱ天ぷらはさつまいもないとダメでしょうと思って、さつまいもの天ぷらってめっちゃ美味しいですよね。なので購入しました。ちょっとねまだアップしてないんで怖いんですけどね、天ぷらやったことないんですよ。天ぷらやったことないよって言ってるので、なんかちょっと皆さんの反応が怖いんですけどはい。あ、でもね、その動画を撮った後にちっちゃいっていうか、そのコストコのこのエビだけ天ぷらにしてみました。ちっちゃい鍋で。そしたらめっちゃ難しくて、パリッとさせるのめっちゃ難しい。パリッとさせなくてもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、天ぷら奥深いと思いましたね。またこちらで天ぷら作りたいと思ってます。あとナスも時期じゃないのでちょっと高いなっていう印象はあったんですけど、まあそれでもこんなに大きいのが大量に入ってるんで安いですよね。ナスも天ぷらにしたくて、もうナスの天ぷら大好きなんですよ。はい、もうめっちゃ好き。油吸ったナスが大好きなんですよ。なんでナス熊本県産です。あとはこちらいつも買ってます、フリルレタスです。もうシャッキシャキのパリパリで美味しいです。なんかこれ2パックでしたっけ、前から3パックぐらい入ってたような。そんなことないか。豚肉買ったのでポッサム巻いて食べてもいいかなと思ったりします。いかがでしたでしょうか。こちらが今回のコストコ購入品です。おすすめのものやこれ買ってきてほしいなってものがあればぜひコメント欄で教えてください。関連動画貼っておきます。今年のコストコ動画もぜひぜひお願いします。Vlog にもコストコで買った商品どんどん上がっていきますので、どう生活に取り入れているのかなど見ていただければと思います。インスタグラムは日々更新しております。今年もぜひよろしくお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。